夢と目標がさ、私今ないわけよ。で、厳密に言うと、去年ぐらいまでは、なんかその英語で飯食いたいみたいなのがうっすらずっとあったわけ。だから10歳から英語始めて、ある程度バイリンガルになって、まあ英語力あるみたいなさ、ところになった時に、なんかせっかくだからその能力使いたいみたいな。で、まあ中学生の時は、戸田夏子とかに憧れてたし、なんか英語で飯食えたらいいなっていうのがあったんだけど、まあなんかどう頑張ってアプローチしてもそっちの世界になかなか行けなかったわけよね、ずっと。でそれがずっと引っかかってて、でなんかだけどさ、なんか私ってさ往生際悪いタイプだからさ、なんかこうその考えをやめるにしてもなんかきっかけがないと無理だなと思ってて、で去年ね、あるオンラインスクールに入って月100時間とかの英語の勉強を3、4ヶ月やったわけで、もうこれ以上頑張っても自分の能力ってこれが天井だなみたいなとこまで行ったわけですよ。ってなった時に、なんかその能力をさ習得しても、なんかフリーランサーとか、最初ねなんかそのフリーランサー目指しましょうみたいな感じだったんだけど、そのプログラムもなんかあんまそっちに前向きになれなくて、あんまやる気出せないなみたいな。でなんかこう意識的にこうすっごい頑張ってそっちの意識に持っていかないとできそうになくて、なんかそれって違うよなとかって思って、今からそんな状態なんだったらなんとか軌道に乗ったとしても多分苦しいまんまだなとか思って、でうすうす気づいてたんだけど、やっぱりこっちじゃないんだなってなって、まあその英語で飯食うみたいな夢なのか目標なのか分からんけど、まあそれをやめたっていうか、そうじゃなくてもいいなってなったわけだけど、10歳の時からさ今までさずっとそれで来たわけじゃん。英語で飯食いたいみたいな。である意味さ、見方によっちゃさ、目標とかがあればそれ目指して頑張っていけばいいだけだから、生きるのめっちゃ楽だったのよ自分的には。ゴール設定してるからもうそこに向かって走ればいいだけだみたいな。でもなんかそれがスコーンとこう急に抜け落ちた時に、なんか夢とか目標ないなみたいな、暇だなみたいなみたいになった時に、どうしよっかなって、どうやって生きていこうかなこれからみたいなことをすごい考える時間が増えて、でなんかその話を友人にしたらね、なんか友人がなんか私も夢とか目標とか特にないんだけどさって、でもなんか毎日やらなきゃいけないこといっぱいあって目の前のこと一生懸命やってたら、なんかポツッとこうなんか次のヒントじゃないけど次こうしてみたらみたいなものが現れるから、それをやってみて、でまたなんか目の前のこと一生懸命やってると次のヒントが来てみたいになっていくからって、だから大丈夫じゃないみたいなこと言われた時にさ、思い出したわけ。なんか私並木先生のラジオ番組に投稿したことあって、なんかそのさっきの話をまんま言ったのね。なんか今まで英語を目標にして生きてきたんだけど、そうじゃないんだろうなって気づいてしまって、でもそうなると今度何したらいいか分かんなくてみたいな言ったんだけど、そしたらなんか並木先生が幸せの青い鳥と一緒ですよって、外に答えっていうのはないからまず外に答えを探すのをやめることなんだけど、目の前のことを一生懸命やってたら次のヒントがあるって、その友人と同じこと言われたわけね。でやっぱりさ、そうやって事前にさその情報としてこういうことだよって教えてもらってても、自分が体得できてなければそれをやっぱそれだけ時間がかかる、その体で理解するのに時間かかるっていうか、その身体感覚としてこういうことだったんだなって思うのってすごい時間かかるんだなと思って、でその最近その友人とさっきの話して、やっとその並木先生が言ってた言葉の意味とかがだんだんこう分かるようになってきたっていうか、なんかそんな感じなんだけど、なんかその私にとってさ、夢とか目標っていうのってなんかこうすごいステディな、なんかこう生涯かけて目指すものみたいな固定概念がすごいあったなって、固定観念がすごいあったなと思って、そうである必要はそもそもなかったなと思って、
去年ニュージーランド行ったこともそうだし、別に去年ニュージーランド行ったのなんてさ、別に何年も行きたいと思ってたわけじゃないの。去年の初めにそのニュージーの友達が一時帰国してきてお茶してたら、なんか話聞いてたら行きたいなと思ったから、それを設定したら行けるようになったっていうだけの話で、でもなんか自分の性格的にさ、よくよく考えたらよ、心からやりたいと思ったことは絶対に叶えられてるわけよ。なんか中途半端になんかそうだったらいいかもなとか、例えばさ、なんか誰かの話聞いて、なんかその人が頑張ってることとか聞いた時に、なんか私もそんな人生だったらよかったかもって本当に心の底から思ってるわけじゃないけど、なんかいいねって中途半端に思うような思いってあるじゃん。そういうのって絶対叶わないわけよ、本気で思ってないから。だけどなんかその友達に乳児合うと思うよって言われた時に、なんか確かにちゃんとこの目で見てみたいかもニュージーランドならって思った時に、じゃあ何が起きても来年の今頃には行こうって心の底から思ったわけよ。それがイコール設定だったわけなんだけど、欲を言えば今年中に行きたいし、なんなら航空券もタダで行けたらいいなみたいなのを思ったわけよね。それが私のその遠慮のない最大の望みだったわけで、それが去年叶って、なんならそれ設定してから3ヶ月以内ぐらいに流れが来て叶っていってるわけよ。だって多分友達とお茶したの多分3月とかで、ニュージーに行ったの6月とかだよ。だからなんかそのぐらいのスピードで叶うわけだからさ、なんだろう、心配しなくても自分が心の底からこうしたいって思った本気の本当の望みみたいなものって叶うようにできてるなっていうのはすごい思ったの。あとなんかもう一個思ったのが、この間愛宇宙博の愛さんの YouTube 見てて言ってたんだけど、望みを設定するっていうのってなんかもう電車に乗るのと一緒なんだって。なんか例えば明日飲み会あって7時までにどこどこに着かなきゃいけないから6時の電車に乗ろうって。でそのさ、電車に乗るっていうのってさ、もうさ、乗れたらいいなとか間に合えばいいなとかじゃないじゃん。もう乗るじゃん。乗るって決めてるじゃん。だからもうそういう感じなんだって、望みを設定するって。でなんかよくよく考えたら、私も乳児行くって考えた時に、何としてでもまず遅くとも来年の今頃には行くっていう設定をまずしてて、であわよくばこうなりたいみたいなのがあってみたいなことで現実創造が起きているから、なんかもう当たり前というか、だってもうそう決めたんだからそうするでしょみたいな感じだったんだよね。でもう一個思い出したのが、私最後トーイック取った時915点だったんだけど、なんか最初のさトーイック受け始めた頃って全然そんな点数900点でいけるような点数じゃなかったわけよ。600何点とかから始めてて、でなんかやったりやめたりして、結果915いって自分で満足して終わるんだけど、なんかその915取るためにはさ900点台を目指すそのテキスト買わなきゃいけないんだけど、なんかそのテキスト見た時にね、なんか頑張ってそこに行かなきゃっていうよりは、いつもよくよく考えたら、なんかこうテキスト開くときに、これうまく説明できるのかな、なんか私に解けないわけがないみたいな風に思いながら見るようにしてたの、テキスト。これ伝わってるかな。なんかね、私なんだから解けないわけない、理解できないわけない、やれば理解できるだろうって思ってたのって思いながらテキスト開いて問題解いてたの。だからなんだろうな、多分なんだけど、分かるようになったらいいなって思ってやってしまうと、なんだろう、私みたいな人の場合はなんかあんまりそこに行けないっていうか、なんか最初から叶わないものとして設定してしまってるから、なかなかこう理解したいと思ってもいけるゾーンに行けなくて、ただなんか今の時点では分からないけど、これをやっていれば最終理解できると思うし、大丈夫っしょみたいなみたいなことを思ってるといけるみたいな。だからなんかその当たり前に思う、その電車に乗るのと一緒で、できるって思ってるとできるみたいな。これ伝わってんのかな。でもなんかそういう風にテキスト解いてたなと思って、乳児に行く時もそのフィーリングに非常に近くて、なんか望みを叶えるってそういうことなんだなって。でね、その夢とか目標がさ、そのスコンとステディなものがなくなった時に、目の前のこと一生懸命やってれば次のヒントが来るからっ
って言われて、なんかそっかそっかって思ったのが、まだその正直じゃあ今なんか次やりたいこと見つかってるかって言われたらあんまり見つかってないんだけど、でもなんか私はさ今さこうやって YouTube やっててさ、なんか本来の自分でいられる場所みたいなのをやっと自分のために作ってあげることができたわけだから、今これをコツコツ続けてて、別になんかこれをもってして何かこうしたいああしたいみたいなことはないんだけれど、多分そのうちなんかこうなんて言うんだろう、心が向くことってきっとあると思うのね。でそうなった時にまたそれを一生懸命やっていれば、またなんかこう自分の中でやるべきことみたいなのがきっと出てくるから、その時にはなんかまたリアルタイムで更新したいなと思って、多分なんだけど、私とかなんか私に似てるようなタイプの人って何にもしなくても行動しちゃうし努力しちゃうから、なんか今その夢とか目標がなくても目の前のなんかそのやれることとかやるべきことを一生懸命やってれば、必ずなんかメッセージというかサインみたいなものがやってくるんだよね、きっと。だからなんかそういう風にこれからもちょっと生きていってみて、何が起こるか、まあその乳児行けた時みたいに面白いことが起こるかもしんないし、でなんかその目標ができた時には電車に乗るのと同じように設定してみようかなっていう風に思ってます。今日はそんな感じですかね。ではでは、until next time, bye.